皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にしていますか？ってことで今回は雑談でテーマを一つに絞らずにゆっくりリラックスしながら話していこうと思うので、皆さんも気軽にリラックスしながら聞いてもらえればなって思います。では早速ですね、今これを聞いてくださってる皆さんは日本に住んでますか？それとも海外に住んでますか？日本の外に住んでますか？私は今現在メキシコに来ているので日本の外にいるんですけど、日本の気温、日本の天気のニュースを見ました。でまずこれから話していこうと思うんですけど、東京でまだ5月なのに30度を超えたっていうニュースを見て、みたいな早くねって思いました。今から30度超えていたらもう6月7月8月9月多分10月もずっと30度以上の気温で、しかもめちゃくちゃ蒸し暑くて湿気がすごくて肌がベタベタするような、こうちょっとひっつくような感じ、そんな気温になるかなと思います。で東京で30度を超えたっていうニュースを見て、今日本に住んでいる方もう暑くないですか？死ぬほど暑くないですか？これがね、あと何ヶ月も一生続くって考えたらもう本当に大変かと思うんですけど、まあ私たちが今すぐどうこうできる変えられる問題ではないので、もう耐えるしかないかなって思うんですけど、皆さんその暑さの中で元気に過ごしてますか？で、私は今メキシコにいて、私がいるこの都市も毎日30度以上あるんですね。で、毎日30度以上あるんだけど、日本と比べると湿気がものすごく少ないです。湿度が低くて気温が高いっていう天気です。で、それを毎日体験していて、湿度がない、湿度が低いっていうのがどれだけありがたいことかって、もう今本当に湿度がないって最高っていうのをね、体験中です。もうね、本当に全然違いますね。その湿度がすごいせいで日本に帰りたくないって思うぐらい、日本の夏の高い気温とジメジメとした湿度、あれもう本当にどうにかしてほしいなってめっちゃ思うんですけど、皆さんはどうですか？日本の夏を体験したことがあったら、どうやって乗り越えてますか？もうただひたすら家に引きこもるとか、室内で過ごすっていうか、もう私は全然そういうの大丈夫だよ、慣れてるよ、暑いけど問題ないっていうタイプですか？日本の湿度がある、湿度60%、70%とかで、さらに気温が35度以上あるっていう気候がどれだけやばいかっていうのをね、今感じている時です。でその夏がこれからやってくるっていうのを考えると、もうそれだけでちょっと憂鬱になりそうなんですけど、どうしようもないので対策をしっかりして夏を過ごすしかないなって思います。なんか日本の夏って本当に毎年長くなっているので、去年もね10月はずっと暑かって11月にやっと暑くなくなってきたかなぐらいだったんで、今年はね本当にどうなることやらもう私は予想できないんですけど、多分10月はずっと暑い、10月ぐらいまでずっと暑いと思うので、皆さんもね住んでいる方も日本に旅行に来る方もぜひ気をつけてもらえたらなって思います。水をしっかり飲むとか、こう日傘をさすとか、小さい扇風機で少しでも体が冷めるように、体をクールダウンするようにするとか、いろいろ対策はしてほしいなって思います。最近そんな気候の違い、湿度の違いを体験しているところです。で、やっぱり国が違えば宗教って違いますよね。で、その違いを私は今すごく感じているところです。日本は仏教とか神道っていう神社とかお寺の宗教ですね。それがメインの国で、キリスト教とかイスラム教とかヒンドゥー教とかそういう宗教が多い国ではないです。今私がいるメキシコはキリスト教のカトリックがほとんどなんですね。カトリックが80%以上と言われています。なので、街を歩けば教会もたくさんあるし、あとね、いろんなお家がありますよね。アパートとか一軒家とかいろんなお家のその外側、玄関とか壁に
カトリックを表すようなものが壁に貼ってあったり、何か飾り物が置いてあったりします。で、それを見て私はすごくその日本との違いとか、私が今まで行ったことある国との違いを感じました。その国的にキリスト教徒が多いよ、イスラム教徒が多いよとかいろいろあると思うんですけど、その家の外にそういう宗教的なものを飾っていたり、あとはその私が行ったカフェとかパン屋さんとかレストランとか、あとジムもキリスト教の十字架ありますよね。その十字架が飾ってあったり、まあ、別に何も考えずにただの置物オブジェクトとして飾ってるかもしれないですけど、でもまあ多分その宗教的な意味は含まれてますよね。なのでそういう宗教的なものがもう至る所に飾ってあったり置いてあったりするので、それは日本と大きく違うなって感じました。もちろん宗教的な違いもあるんですけど、なんかパン屋さんとかレストランとかカフェとかそういうところにこう仏教的なものを表す置物が置いてあるとかっていうのはあんまりないなって思いました。皆さんどうですかね？日本でそういうのを感じたことありますか？私は多分その慣れすぎていて気づいていないだけかもしれないですけど、皆さんの国から日本にやってきた時に日本に来た時に何か感じたことなどありましたか？宗教的なその違いを感じたことってありますか？日本は、まあ、もちろん家の中にそういう仏教的なもの、神道的なそのそれぞれの宗教的なその信仰を意味するものを家に置いてあったり飾ってあったりとかあると思うんですけど、公共の場、みんながいるような場所でもそういう何か一つのね、宗教を表すような、私はこの宗教を信じてますみたいな、そういうのを表すようなものってあんまりない気がするんですけど、どうですかね？皆さんから見た日本ってどうですか？で、それはね、すごく違うというか、日本と今いるメキシコの違い大きいなって思いました。で、その一つは、まあ、日本は仏教とか神道とか多くの人が信仰している宗教はあるんですけど、メインとされるような宗教はあるんですけど、個人的に私は仏教徒です、私はキリスト教徒ですとか、自分が何か特定の宗教を信仰している、信じているって思っている人は少ないと思います。で、私自身も無宗教って言って、何か特定の一つを信仰しているわけではなくて、何も信じていないっていう無宗教っていうんですけど、そのうちの一人です。でもなんですよ。でも例えば1年間を見ると、1年間通して仏教的なイベントだったり、こう歴史的に伝統的に続いている宗教的な意味を持つ伝統イベント、食事とか何か物を飾るとか、そういうのって日本はたくさんあります。で、みんなそれをやってるんですね。みんなやってるんだけど、自分は仏教徒ですとか、その何か信仰してますって思ってる人は少ないんですよ。なのでそこ結構その大きな差というか、例えば他の国で私はカトリックですって言ったら、そういうカトリックの宗教の中のイベントとか伝統もやるし、自分もカトリックって思ってる。ここは一緒じゃないですか。でも日本人はまあ、もちろん私はこの宗教を信仰していますっていう人もたくさんいるんですけど、イベントとかはいろいろやるけど、別に私個人が何か特定の考え方を信じている、信仰している、ルールにのっとって人生を生きているっていうわけじゃない人が多い気がします。なので、例えば日本の大きなイベント、日本の中で1年間で行われる大きなイベントって、1月お正月から始まりますよね。で、お正月は日本の伝統で、2月だとバレンタインがあったりしますよね。でもバレンタインは全く日本の文化ではない、後から入ってきたもので、でもそれを楽しくまあ、日本風にアレンジしてイベントとして楽しくやっていたり、あとは日本でないものだとハロウィンもありますよね。ハロウィンも日本のものでは全くないですけど、後から海外から入ってきた文化を楽しくちょっと騒ぐみたいな感じでやっていたり、12月のクリスマス、もうこれはもう全く違いますよね。日本のもともとの歴史とは全く宗教とも関係ないんですけど、日本人はね、クリスマスを盛大に祝います。どう過ごすかとか、誰と過ごすかっていうのは違うんですけど、クリスマスっていうイベントをね、日本人も大いにこういろいろ楽しんだりしています。なので1年間を見ると本当にいろんなものを取り入れて、ただただ楽しく生きていこうぜみたいな風に見えるんですけど、
そうですね。いろんなものが混ざってるっていうのが日本の文化、日本のカルチャーだなって思います。そして自分自身を何か特定の宗教を信仰しているって思ってる人は少ない気がします。無宗教って思ってる人が結構たくさんいます。それが最近感じたことでした。で、私はそのメキシコに旅行で1週間というよりかはもう少し長期間滞在しているんですけど、皆さんがもし日本に1ヶ月とか2ヶ月間滞在できるなら何かしたいことってありますか？旅行でね、1週間、2週間行くことってあると思います。今年のバケーションは2週間日本で過ごすとかはあると思うんですけど、もっと長期間で1ヶ月とか2ヶ月って、その休みを取るってなかなか難しいし、やっぱ学生じゃないとできないとか、仕事を辞めて次の仕事に移るまでの間に、ちょっと長期の休みを取って日本を旅行するとかだとあると思うんですけど、もしで一度想像してみてください。日本に1ヶ月とか2ヶ月ぐらい長期で滞在できるなら何がしたいですか？ 1 ヶ月間もうずっと日本を旅行したいですか？それとも日本人みたいな暮らしを体験したいですか？もしかしたらリモートで仕事が完結する。全部仕事がリモートでできるよっていう人はね、日本に1ヶ月、2ヶ月滞在して、平日は仕事をして、土日にちょっと近くに旅行行くみたいな、本当に日本人っぽい生活も体験できるかもしれないです。ノマド的な生活もできると思うんですけど、皆さんはそういうのやってみたいですか？もしできるなら、日本のスーパーに買い物に行って、夜は晩ご飯を作ってとか、それとも毎日いろんな日本の食べたい料理を食べまくるっていうので、毎日違うレストランに行って、毎日いろんな料理を楽しみたいですか？私はもちろん旅行も大好きだし、いろんな場所に行きたいんですけど、1ヶ月とか短期間滞在するってなったら、現地の人のような生活を一度体験してみたいなって思う派です。スーパーに買い物に行って、料理をね、家で作ってご飯を食べてみたり、そういうのが結構好きです。料理がめちゃめちゃ好きなわけじゃないんですけど、やっぱ違う国に行くとスーパーで売ってるものがもう全く違うし、日本で売ってるような調味料も全然売ってないとか、そういうことがあるので、じゃあ今あるこの調味料とか食材で何か新しい料理作ってみようとか、そういうのを考えて、一回挑戦してみるっていうのは好きです。だけどやっぱり毎日ね、料理って大変だし、本当に私もすごく好きなわけではないので、たまにはね、美味しい料理を食べにレストランに行くとかもいいなって思います。皆さんはどうですか？料理とか好きですか？旅行に行ったらその土地の食材とか買って料理してみたいと思いますか？で、国が違えばね、スーパーで売ってるものとか、そういうのが違うのはもちろんわかるんですけど、なんか本当に全然違うなって思いました。もちろん気候も違うので、たくさん取れる野菜とか果物も違うし、もう全部ね、違うと思います。違いすぎるって思うぐらい、なんか日本では全然売ってない、見たことない野菜が大量に売ってあって、買いたいんだけど何これみたいな使い方とか食べ方とか全部わからないからどうしたらいいかわからないって思う瞬間があったり、メキシコね、マンゴーとか、あとアボカドが大量に売ってて、もう天国かよって毎日アボカド、食べてます。私はアボカド好きなんですけど、なんか日本のアボカドは、多分ちょっと高いし、あと小さい、すごく小さいし、クオリティはね、なんかあんまり良くない気がします。メキシコから輸入したアボカドっていうのもたくさん売ってるんですけど、やっぱりメキシコで食べるアボカドと買う、日本で食べるメキシコ産のアボカドって全然違う気がします。こっちのアボカドはすごく大きくて、どこで買ってもすごく美味しいんですけど、日本のアボカドって結構くじ引きみたいな感じがあって、当たりの時もあれば、外れの時も多くて、それがね、ちょっと大変だなって思います。でもこっちはアボカド天国みたいな感じで、もうすごくたくさん美味しいものがあるので、今食べれるだけ食べとこうっていう気分でいます。そんな感じでスーパーで売ってるものとか全然違うし、見たことない野菜とかあるし、食べたことない野菜も果物もたくさんあるし、あとはご飯とか、日本だったらね、特に何も考えずにお米買うんですけど、日本のお米ってなかなかないし、
逆に日本ではなかなか売ってないようないろんなお米があって、どれが買うのが正解なのかなってちょっと迷ったりしました。海外でスーパーに行くのって本当に楽しいんですけど、わからないことが多すぎていろいろ挑戦だし、やっぱり買って食べてみないとわからないものってたくさんあるので、あのね、なんかいつもくじ引きみたいで当たり外れどっちかなっていう気分で買い物をしています。あとはホームセンターみたいなところに行ったんですね。ホームセンターっていうのは工具とか家を作るための工具みたいなのがいろいろ売ってあったり、あとはなんかテレビとかそういう家電みたいなのも売ってあったり、いろいろ売ってある場所なんですけど、メキシコのそういうホームセンターに行きました。で、そこで、もちろんいろんな家電とかが売ってあって、なんかどんな商品が置いてあるんだろうっていろいろ見てみたんですね。じゃあ、サムスンとか LG とか韓国の商品がたくさんあって、それが本当にメインなんじゃないかってぐらいたくさんあって、メキシコではその韓国製品が有名というか人気なんだなっていうのを感じました。で、ちょっと日本の製品、日本のブランドの何か商品ってあるのかなと思っていろいろお店を見て回ったんですけど、一個もなかったです。もちろん場所によるかもしれないんですけど、一個もなかったので、あったらもう買いたくなるのになってちょっと思いました。で、皆さんだったらどうですか？皆さんだったら、その海外のスーパーに行った時とか、海外で買い物に行った時に、自分のよく知ってるブランドを探してみたりしますか？そんな家電屋さんに行くことってほとんどないと思うんですけど、例えば、ちょっとスーパーに行ってジュースを買う時、水を買う時、お菓子を買う時、日本じゃなくても他の国に行った時に、自分の知ってるブランドを買いますか？それとも全然知らなくても、せっかく海外にいるんだから、よくわからない飲み物でもいいから挑戦してみようと思ってトライしてみる派ですか？なんか私は多分知ってるものがあったらそっちを選んじゃうなって思います。最近そう思いました。何かこう知らないものを挑戦してみようって思うんですけど、気づいたらいつもと同じものを頼んでるなっていうのに気づきました。なのでね、せっかく海外にいるんだから、いろんなものをちょっとずつでも挑戦していかないとなって思ったので、皆さんの意見を聞いてみたくなりました。皆さんだったら、なんか見たことない、飲んだことない果物のジュース飲んでみたいですか？それともいつも知ってるブランドのオレンジジュースを選びますか？どっちですか？皆さん、もし意見があったら、ぜひコメント欄で書いてください。あと、最近思ったことは、日本の良さって日本の外に出ないとわからないっていうのをすごく思いました。日本のいいところ、悪いところ、たくさんありますよね。どっちもたくさん思いつくと思います。例えば旅行で行っただけだったら、食べ物美味しかったとか、行った観光先、すごく景色が綺麗だったとか、いろいろね、あるかと思います。物が安かったとかね、食事も買い物もすごく安かったとか、そういうのあると思います。で、住んでいる方だったら悪いところね、いろいろあると思います。働き方的にどうだとか、給料が安いとか、なんかね、日本のルール厳しすぎるとか、いろいろ考えられること、思いつくことってたくさんあると思います。私も日本に生まれて日本で育って海外も住んだことあってで思うんですけど、その日本のいいところ悪いこといろいろあります。全部あるんだけど、日本って総合的に考えたらめちゃめちゃいい国だと思うし、でそれってやっぱり外に出ないと気づけないなって思いました。本当に思いました。いいものを安く簡単に手に入れることができるので、それが普通だと思ってしまいがちなんですけど、なんか一歩外に出ると、いいサービスとかいいクオリティのものを買おうと思ったらもうめっちゃ高いし、物価高えぐいし、あの、もちろん日本の給料は安いので、物が安いっていうのはわかるんですけど、それでも日本の良さってなんか外に出てやっと気づくなって本当に思いました。日本の中にずっといると当たり前だし、悪いところにしか目がいかなくなるので、だからこそなんか1泊でも2泊でもいいから海外に行ってみて、で、日本に帰ってきた時に、あ、これ日本のここ良かったじゃん。日本のこれ私好きだなっていうので、なんかもう一度好きになれる、いいところにも目を向けられるなって思いました。で、これはどこの国も一緒だと思います。ずっと同じ場所にいると、やっぱり悪いところに目を向けがちかなって思います。
いいのって当たり前になっていって、だんだん慣れてきて、その良さに気づけないっていうこともね、あるかもしれないです。でも悪いところってやっぱりどうしてもストレスが溜まるので、なんでやねんなんでやねんってこう思ってしまうこともあるかと思うんですけど、だからこそたまには旅行で違う国に行ってみる、ちょっと離れた街に行ってみるっていうのはね、すごく大事だなって思いました。皆さんもその自分の国から出て初めて自分の国の良さに気づくことってあると思います。国によってね、何がいい悪いは違うと思うんですけど、その良さに気づこうと思ったら、一歩外に出てみるっていうのがすごく大事だなって思いました。日本はすごく給料が安いっていうので、有名になってるかなと思います。確かに給料ってすごく安くて、今だと円もすごくすごく安くなっているので、同じお金を稼いでいても、アメリカに行った時とかヨーロッパに行った時に、これだけしかお金を両替できないのって思う時もあります。レートですごく損している気持ちになる時もあるんですけど、でも日本の中に住んでいるだけだったら給料は安いんだけど、安くて質のいいサービスってたくさんあるし、物も全部めちゃくちゃ安くてめちゃくちゃクオリティいいし、レストランとかも考えてみれば本当に安い、美味しい、もうとにかく美味しい。私にとったら日本の料理がすごく好きなので、日本の料理めちゃくちゃ美味しくて安いっていうのに、なんか今も毎日感動してる気がします。給料が安いのはダメだし、日本の経済がこれから良くなっていくっていう風なニュースはね、ほとんど聞かないかと思うんですけど、それでも日本のいいところってたくさんあるので、なんかそんなにネガティブにならなくていいんじゃないかなって私は思いました。で、やっぱりニュースだとね、そんな、いいことばかりじゃなくて、ネガティブなニュースの方が人の興味を引きつけるので、やっぱりどうしてもなんか事件とかネガティブなニュースばっかりこう報道されていたり、で、アルゴリズム的に一度それを見てしまったら、そういうネガティブな情報ばっかり流れてくるってことになるんですけど、あの、一旦立ち止まって考えてみると、いいところめちゃくちゃあるし、ご飯とにかく美味しいし、なんか物の質が良くて安いっていうのがもう本当に本当に感謝してもしきれないぐらい日本のいいところだなって私は思いました。皆さんはどうですかね？日本に来てみて、すごくいい、もう大好きって思うことありますか？それとももう本当にやってられない、今すぐ自分の国に帰りたいって思うことの方が多いですか？もし意見があったらぜひコメント欄で教えてください。で、日本にもね、もちろん東京のすっごく高いエリアとか、もう他の国と比べても比べられないぐらい高いエリアとか、高いレストランとか、高いものとか、もちろん上はね、あります。ピンキリです。全部ピンキリです。安いものもあれば高いものもある。でも、そのお金をそんな自由に使えるほどたくさんあるわけではないっていう人にとったら、すごく質が良くて、クオリティが良くて安いっていうのはね、本当に本当にいいなって思います。てな感じで日本の外に出てみて思うことっていうのもたくさんあるなって最近は思いました。で、やっぱ海外にいるってことで言語も一つありますよね。メキシコはスペイン語を話します。スペイン語が公用語でみんなスペイン語を話します。で、中には英語を話す人もいるんだけど、多分もう全員英語を話せるよみたいな、オランダみたいな国とは全然違うかなと思います。やっぱりスペイン語がないと現地で暮らすってなると難しい気がしています。で、そのスペイン語ですね。私のスペイン語がどうなのかっていう話をね、ちょっとしようかなって思います。それで終わろうかなって思うんですけど、今年の1月初めにスペイン語を真剣に勉強しようと思って、ちょっとずつですけど勉強してるんですけど、やっぱり実際の現地の人同士が話す会話って一生理解できないんじゃないかって思ってしまいそうになるぐらいすっごく早いし、もう聞き取りね、全然できていない気がします。残念ながら私のスペイン語は本当にまだまだだなって毎日ね思います。毎日自信をなくしそうになるぐらい全然聞き取れないって思うことがあります。そして最近は日本語でたくさん話す機会ってないんですね。もちろんこうやって毎週ねポッドキャストを撮っていたら30分とか日本語で話してるんですけど、友達と
たくさん話す機会もやっぱり海外にいるとないし、まあテキストぐらいですよね。文字で打つぐらいになるんですけど、やっぱり自分の脳って日本語脳というか、日本語でずっと考えてるんだなって思うんですけど、こう英語で話してる時にパッて謎の日本語が急に出てきたり、スペイン語で考えてるんだけど日本語が出てきたり、たまにスペイン語で考えようと思ったら韓国語が頭に出てきたり、もう今すっごい私の頭ってごちゃごちゃしてるなってめちゃくちゃ感じてます。そんな感じでこう自分のネイティブ言語と今もうすでに知っている英語と今勉強しているスペイン語とか韓国語がもう全部ぐちゃぐちゃに混ざってるなって感じます。なのでこうお店とかでパッて誰かに「何か探してますか？」とか「何かお手伝いいりますか？」みたいな感じで話しかけられた時にこうスペイン語で「あ、大丈夫です」とかこう「あ、これ探してるんですけど」って答えたい瞬間あるんですけど、意味わからない文字ごちゃごちゃごちゃみたいな感じでこう意味わからない言葉が口から出てきて、何語でもない言葉が口から出てきて、あ、あ、あ、みたいなすっごい気まずい空気になったりとか、で、相手が言ったこと、理解できるんだけど、自分で言いたいことが口から出てこずに、なんか5秒ぐらい、みたいな感じで、こう止まってしまったりとか、もう本当にそれの繰り返しで今過ごしています。全然わからないことの方がまだまだ多いなって気がします。で、例えばこう私に話しかけてくれて1対1とか、あ、ちょっとゆっくり話してって言って、こうゆっくり話してくれたらわかるんだけど、こうメキシコ人同士が話してる会話ってまだまだ全然理解できない瞬間が多いなって思います。で、これ一つの壁だな、言語の壁だって思うんですけど、こう1対1で話すとわかるんですけど、日本人同士で話してる会話を聞いた時に全然理解できないっていうことがあるかと思います。で、それで気づくのが、あ、私に話している時ってすごくゆっくり話してくれていたり、丁寧な言葉遣い、簡単な言葉を使ってくれているんだなって思う時がたまにあります。で、それはめちゃくちゃありがたいんですけど、その毎日ね、私がまだまだそのネイティブレベルになるには、流暢に話すには、こう先が長いんだなって、まだまだ遠い、本当に出口の見えないトンネルみたいな、そういう気分でいます。皆さんはどうですか？日本語を勉強していますか？このポッドキャストを聞いてくれているってことで、ほとんど理解できるよっていう方も、イマージョンということで、たくさんリスニングをするために聞いてるっていう方もいるかと思うんですけど、やっぱりね、言語っていうのはすごく時間がかかるものって思っていいと思います。めちゃくちゃ早く3ヶ月で日本語マスターしたよみたいな YouTube の動画とかもたくさんあるかと思うんですけど、人それぞれ毎日言語学習できる時間も違うし、すでに知っている言語も違うので、人それぞれいろいろ時間もかかるんだなってめちゃくちゃ思います。で、例えばこう1対1の会話はできたとしても、日本人同士の会話は理解できないっていうこともね、あるかと思います。でもそれは当たり前で、やっぱり日本人同士だと前提知識が全然違いますよね。日本語だけに限らず、こう日本の文化とか歴史とか、その人たちが育ってきた中で流行ってたものとか、共通認識の話題とかいろいろあって、こう日本語学習者にはないものっていうのがね、やっぱりあるかと思います。でそれは日本に住まないと気づけないとか、日本人と本当にたくさんたくさん話さないと気づけないこと、知らないことっていうのもたくさんあるなって思います。で私もそれをすごく感じるんですけど、なんかこうメキシコ人同士いろいろ話してて、何の話か全然聞き取れないって思ったら、メキシコで有名なテレビ番組の話をしていたり、メキシコで有名なキャラクターの話をしてたりとかして、で私はたとえスペイン語が理解できたとしても、そのキャラクターを全く知らないし、そのテレビ番組全く知らないし、なんかその有名な食べ物とかその有名なレストランとか全く知らないし、メキシコで流行っているトレンドとかも全然知らないので、やっぱり言語を理解するだけじゃ理解できないものってたくさんあるなって思いました。今回は雑談ということで、いろんな最近の体験談とか思ったこと、考えたことなど話してみました。もしこういうリラックスしたあまり内容を決めずにゆっくり雑談をするのが好きって思う方がいたら、ぜひいいねボタンを押してくれると嬉しいです。
では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストを応援したい、サポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップの参加お願いいたします。毎月ワークシートを配布していたり、メンバー限定のコンテンツもあるので、よかったらぜひチェックしてみてください。では今回はここまでになります。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。日本に住んでいる方は本当に暑さには気をつけてください。ではまた次回お会いしましょう。それでは。